皆さんこんにちは、角川のりこうです。今日はですね、口元の小さい器たちに綺麗に飾る3つのポイントをご紹介していければと思います。それでは早速本日の飾りがこちら。はい、ということで今日は3種類の秋のお花を使って一作生けながら解説していければなと思うんですけども、まず1種類目がこちら、稲穂。いやー、秋ですなー。で、今日は季節柄秋のお花でまとめていくんですけど、今日の3つのポイントはどんなお花でも参考になると思いますので、ぜひね、皆さんもチャレンジしていただければなと。この稲穂、実は生徒がお土産ですなんて言ってくれたんですけど、私稲穂って生けるの初めてなんですよね。そもそも稲穂なんて普通の花屋で見かけたことないですし、稲穂の生け花結構珍しいんじゃないかな。で、稲穂といえばもう言わずもがな、私たちの食卓に並ぶお米の元となっている稲という植物になりまして、小麦、トウモロコシと合わせて世界三大穀物の一つに含まれています。稲という言葉の語源は命の根から来てるそうでして、昔からね、私たちの生活を支えてきてくれた植物にあたるわけです。改めてこうやって稲穂を見てみると、茶碗一杯のご飯を食べるのにたくさんの命をいただいてるんだなぁなんて感じますね。普段当たり前のようにお米食べてますけど、農家さんにも感謝です。ちなみにですね、こいつとは絶対友達になれないというか、なんなら話しかけないでくれっていうぐらい嫌悪する人が米粒残す人なんですよね。あの茶碗にびっしりついた状態でごちそうさまできる神経が自分には全く理解できないんですけど、あと稲穂といえば自分の大好きなというか座右の銘にしたい実るほどに神戸を垂れる稲穂かなという言葉があるんですけど、稲はこのように実れば実るほど神戸を垂れ下げまして、この稲穂と同じように人間も偉い人ほど謙虚で低姿勢でなければいけないですよということわざなんですけど、自分もね、華道家としてやっぱ死ぬまで精進していく中で、どんなに花が上手くなったり年を重ねて偉い立場になっても、この稲穂のようでありたいなと思います。こうね、調子に乗ってぐんぐん上を向いていったら、おめえは稲穂でありんさいとお叱りをお願いいたします。この田畑がブワーって広がる原風景とか、日本の守るべき自然ですよね。続いてこちらが黄色いお花がとっても綺麗な、これも秋を代表するおみなえしというお花になります。秋の七草の一つですね。このおみなえし、草物にしては結構高くまで育ちまして、スラッと伸びた茎の先端にふわふわっとした花をつけます。で、面白い特徴があってですね、メインの茎の部分から左右に枝分かれしていくんですけど、この枝分かれの部分90度回していくと、一つ上の節でさらに枝分かれしてまして、で、上の部分また90度回すと左右にこう枝分かれしてるんです。交互に開くという特徴があるため、このまんま生けるときはですね、生け花というのはもともとこう床の間に飾られていて、左右と奥三方が区切られていて、正面から見るものだったので、前後に開く分にはそこまで気にならないんですけど、左右に開くというのが立体感に欠けると言いますか、こうペタッと平面的に見えてしまうんですよね。ですのでこうやって生けてしまうと、ここの部分がすごく扁平に見えますし、じゃあこの扁平嫌だからちょっと角度変えようと思うと、次上の部分、ここがペタッと扁平に見えてしまうので、結構厄介な植物になると。ですのでこのまんま生けるときは、この部分扁平に見えないようにちょっと角度をつけて、でも上の部分が次ペタッと扁平に見えないように、そんな角度をこう探っていけてあげる。そんなところがこのおみなえしを生ける際の寛容なポイントになります。ただね、今日器小さいサイズなので、このおみなえしも少し枝分かれしてる部分で落としてパラパラっと生けていこうかなと。ちなみにおみなえしの別名は、腐敗の灰に醤油の醤と書いて灰醤なんて言いまして、文字通りと言いますか、傷んでくるとすごい匂ってくるんですね。で、それ知らないで飾ってると、なんかどっかから匂ってくるんだけどどこなんだろうっていう人が結構多いので、とっても綺麗なお花なんですけど、そこだけ注意してください。最後にこちらが、これも秋の七草の一つに含まれているフジバカマ。こちらもいくつか枝分かれした中で先端部分に花をふわっと咲かせますね。私このお花大好きなんですけど、こんな感じで藤色の小さな花をたくさんつけるんですけど、いかにも私は花ですよっていう感じではなく、この照射で控えめな感じがとっても綺麗なお花だなと、秋草ならではの独特な渋みがありますよね。今日はそんな3種類のお花と器がこちら。今日のテーマにもなった口のすぼまってる器ですね。で、どれでいけてもいいんですけど、今日は秋草渋いので、この陶器の器でいけていこうかなと。ただこういった口元のすぼまってる器というのは、お花いけたことある方は一度は感じたことあると思うんですけど、花をこうやって入れていけば入れていくほど、ものすごく上が窮屈に見えていってしまう、とっても難しい器になりますよね。まあ苦労した経験もあるんじゃないかなとわかります。ということで今日はこういった口元のすぼまった器に綺麗に飾る際の3つのポイント、これからご紹介していければと思います。
よし、そしたら実際に生きていくんですけど、まず今お伝えしたように、こういった口元のすぼまってる器というのは、どういうことが起きるかというのをご紹介できればなと思うんですけど、まず一つ目が、花材の量がそこまで入んない。口が狭いため、今回この3本だけでかなり口がぎゅうぎゅうに詰まってますよね。少ない本数、例えばこの3本だけで OK っていう場合はこれでもいいと思うんですけど、もう少し花材の量とか種類を増やしたい場合は、こういった茎の太いものを選んでしまうと、器の口というのはいっぱいいっぱいになってしまうので、こういった花瓶には適さないと。で、2つ目が口元がすぼまってる分、上のお花の部分も空間がお互いなくてキュッと引き締まったような、言っちゃえば窮屈な印象に映っていると。で、3つ目がこのチャンネルでもよくお伝えするんですけど、口の器の部分と植物の接点というのが、広い器ですと少しこうやって前に貼らせることで、こういった葉っぱが器に関わってくるので、器と花材で接点ができて作品に一体感が出てくるんですけど、これもやはり先ほどのように奥までぐーっと刺してしまうと、ただ突っ込んだだけという印象のお花になってしまって、この器との関わりがなくなってしまうので、あまり綺麗に映らないと。逆に言うと、この3つが今日綺麗に見せるためのポイントにもなってくるわけです。ということで、まずはこちらのフジバカモンを生けていく。で、早速1つ目のポイント。こんな感じで1本の茎から複数枝分かれしていて、ボリュームのついているものを選ぶと良いです。これ先ほどの系統を見てもらうとわかると思うんですけど、茎が太くて1本しか花ポンとついてないですよね。ですので、これが1本ポンと入るだけで、口元の大部分を占めてしまうと。でもこういった枝分かれしてるお花ですと、このままですとすごくボサッとしてしまうので、少し整理は必要なんですけど、1本スラーっと入れても上の部分で枝分かれしてるので、結構ボリュームが多く見えるんですね。というところで、同じ1本なんですけど、こういった一輪タイプのものではなくて、枝分かれしてるものを入れると、より華やかにまとまるかと思います。本当に見せ方によるので、一輪口元にポンと強めに見せて、この一輪を強調するというか引き立てるためにこういった複材、あしらいを足すっていう見せ方もありだとは思うんですけど、何はともあれ先ほどご覧いただいたように系統2輪と輪道1本、そんな組み合わせにしてしまうと3本だけでこの器の口の大部分を占めてしまうので、こういったふわっと枝分かれしてるものを足してあげると良いですね。今回はこのフジバカマン生けていきますが、例えば年中出てるお花ですと、1本の茎から小さい花をたくさんつけるスプレーバラとかスプレーカーネーション、そんなところもたった1本ですけど、上の部分がとっても華やかに見えるかと思うので、よければ参考にしてみてください。で、ついでにもう一つのポイントもご紹介しておくと、2つ目がですね、今お伝えしたことと同じような感じなんですけど、1本の茎が太いタイプのものより、こういった細いタイプを選ぶと良いですね。これも茎が細ければたくさん入れても口元詰まってこないので、例えばおみなえしなんて、これ枝分かれしてる部分で落とすと何本かに分けることができるので、細い茎だとそれを丁寧に混ぜ込むことでバランスが取りやすくなってくるんです。これも実際この後見ていただければなと思うんですけど、ということでこちらも同様に枝分かれしてる部分で落としても茎が細いため後から丁寧に足すことができるので、そういった花材を選ぶのもこういった口がすぼまってる器をきれいに飾るポイントですね。でさらに3つのポイントからちょっと外れるんですけど、補足的なところで、こういう小さい器の場合ですと、上の部分軽くいけてもそれなりに器に負けないボリュームが出てくるんですけど、難しいのがこういうタイプでですね、下の部分結構ボリュームあるのに上の部分口がすぼまってる。で、ここに軽くいけてしまうと器に負けてしまうんですね。で、その時私がよくやる対処法としては、こういった枯れ物を使います。これをですね、器に入れてしまうと、やはりこの部分狭まってしまうんですけど、うまいことですね、こうやって引っ掛けてあげると、器の口の部分を開けたまま上にボリュームがついてくると。ボリューム感で言うと、今回のこちらはこの大きさに対してこれまだ弱いので、もう少し大きめの僕使ったりするとかっこよく入ると思うんですけど、せっかくならこれも今日使っていこうかな。ということで、これを器の口に刺さないでうまいこと引っ掛けていくと。なんかたまたま良さげに入りましたね。で、今たまたまこうやって綺麗に入ったので、もう生ける前に3つのポイントを伝えちゃうんですけど、先ほどお伝えしたように、ただ刺しただけだと器との接点、関わりというのがなくなってくるんですけど、じゃあどうするかっていうところで3つ目のポイント。今回はこのフジバカマがそれに当たるかなと思って選んでみたんですけど、こちらの花材は茎はこのように縦にスラッと伸びてるんですけど、葉っぱを見ていただくと茎の部分から少し横に広がるようについていますよね。これ1本とっても分かりやすいんじゃないかなと思うので、ちょっと使っていこうかな。こんな感じでスラーっと茎は伸びてるけど、葉っぱがふわっと横に広がっている。で、こういった花材はそのまんま器にスッとまっすぐ入れてっても、葉っぱというのは前に来たり横に広がってくれるんですね。今前に張らせてるので、器との関わりみたいなものができてると思うんですけど、横にこうやって広げると
器からふっと広がるような線が出てきてくれると。対して先ほどのリンドウとかケイトウは茎が縦にスラッと伸びて横に葉っぱを張ってるんですけど、割とこうスッキリしていて葉っぱあんまりついていないので、そのまんま器に対してスーッとまっすぐ入れてもこの葉っぱというのがあまり関わりを出してくれない、そんなところからスラッと茎が伸びて横に広がるような葉っぱがあると、特にねテクニックとか用いずこうやって窮屈な印象を軽くすることができます。これたまたま教室にあったドラセナなんですけど、これも茎がまっすぐ伸びて横に葉っぱがふわっと広がってるので、これをまっすぐスラーっと入れただけでいかがでしょうか。器との接点もできるし、横に広がるので一番最初のぐっと窮屈な印象も和らげてくれるんです。でさらに言うと茎が細いので 1,2 本入れたとしてもそこまで器に圧迫感が出ない。今回は秋の花に合わないので入れないんですけど、こういったのもおすすめですね。ということで今お伝えした3つのポイントを踏まえて、ちょっとした秋のお花生けていきたいと思います。まずはこのフジバカマ、このままボサッと入れてしまうと逆に散漫な感じになるので、少し枝を落としていく。わあいい香りだな。フジバカマってウイキョウに似てますね。ちょっと好き嫌いが分かれそうな。で今下の部分の付け枝をこうやって落としたんですけど、先端の部分は引き締まりながらもお互い間合い空間がある、そんな3本を残したので、これを少し高めにいけると1本でも上にボリュームがふわっとつくと。ですのでこれも適当な長さで落としてしまいます。でこの時の注意点としては、今落とした茎の部分見えるかな。こうやって適当に落としたんですけど、こういうのが残ってると後から入れる時にここに引っかかったりするので、この部分をこうやって丁寧に落とした方がいいですね。なるべくツルツルになるように、こんな感じ。そしたらこれを適当にいけていく。でこういった器は入れていけば入れていくほどどんどん詰まってくるので、今こう倒れちゃってますけど、この角度というのは後から調整できるんでね、とりあえずこんな感じで、綺麗に咲いてる部分が今てっぺんにあって、下の落とした付け枝というのは花があまりついていないので、これ下の方に混ぜ込んだとしてもフジバカマのお花がワンポイントで上だけついてるように見えてしまうので、もう1本ぐらい先端部分で短いのこの辺に生けていこうかな。ちょっと贅沢ですけど、ここのいいところをまずは落としちゃいます。で低い位置にもいけると。こうすると藤色のお花のポイントが2つになるんでね、バランスよく映るんじゃないかな。そしたら次にこの手前の器の口の部分に接点を作っていく。これは先ほどお伝えしたようにフジバカマのこの葉っぱのふわっと広がる特性を生かして、中心部分からねふわっと広がるようなイメージでいけていきます。でこの時ちょっと前に離すと上の部分ただ突っ込んで窮屈な印象からふっと抜けるような柔らかい感じになるので、そこも意識するといいですね。とりあえずこんな感じ。したらばもう2本ぐらい足していこうかな。中心部分をふわっとまとめていく。ほんと茎が細いのでいくらでも入っちゃうんですけど、これだけで今器のすぼまった部分からふわっと広がりのあるゆったりしたお花になってるんじゃないかなと。でね、簡単なお花でしたらもうこれだけで綺麗に飾れると思うんですけど、もうちょっと華やかにしていこうかなというところで、続いてこちらのおみなえしを生けていく。でこれもフジバカマ同様枝分かれしてる部分で落としていきます。で今回は普段お伝えしている主材と副材、分かりやすく言うと主役と脇役というところで言うと、主役を稲にしようかなと思ってるんですね。でそうなってくるとフジバカマとおみなえしは脇役副材になってくるんですけど、普段ですとリンドウとかケイトウとか、あとはバラとかカーネーションとか一輪が結構強いタイプのものは、私は生徒たちにも準主役なんて伝え方をしてるんですけど、主役がいて準主役ポイントがあって、でまさにこういうパラパラっとした花材が脇役で、全部がこうまとまることで一つの作品になりますよなんて伝え方をしてるんですけど、今日の3種類ですとそのポイントとなる準主役がいないですよね。で今日はそれでいいんじゃないかなと、お茶花とまでは言わないんですけど、すごく軽い感じでいけていこうかな。その方が逆にこのフジバカマの勝者な感じとか、あと主役の稲が生きてくるんじゃないかななんて、そんな風に思うわけなんですけども、どうなることやら。ということで鮮やかなこのおみなえしの黄色が入ると、華やかなんですけど落ち着いた、まさに秋の風情を感じる、そんなお花になってくるんじゃないかなと思います。こんな感じで長短をつけながらパラパラと混ぜ込んでいく。細いので本当にいくらでも入っちゃう。ちょっと手前この辺にも貼らせましょうか。少し短めにして
で、この時一つ応用のポイントとしてお伝えしておくと、さっきスラッとまっすぐ伸びた茎から横に葉っぱとかが開いてると、このまままっすぐ入れても器の口から横に広がりが出てきますよという話をしたんですけど、このオミナエシはそこまで横に張ってないですよね。で、こういった花材の場合は、こうやって茎に圧を加えることで少しずつ曲がってきてくれるので、これを生け花用語では溜めるなんて言うんですけど、溜めてってあげるとこんな感じですね。このまままっすぐスッといけても前にちょっとこういう立体感が出てくると、これめちゃくちゃ貴重な話今してますよ。そうやって少し前に張らせることもできると、こんな感じかな。こうやってお花をきれいに飾るためのいろんなポイントやテクニック惜しげもなく公開していますので、チャンネル登録がまだの方はこの機会にポチッとよろしくお願いいたします。更新のとっても励みになっています。ということで最後にこちらの稲穂を生けて完成。これは主役なので何本かはスラッと高めに生けていく。でね、この稲穂完全にもうドライになってるんですけど、今日はそれでいいんじゃないかなと。先ほどお伝えしたように、まだ輪動2本ぐらいでしたらこの茎の細さ的に入るので入れれば華やかになりますし、秋草というのはこういう系統の鮮やかな赤とか混ざれば混ざるほどどんどん渋い華やかさが出てくるんですね。で、これはこれでとっても綺麗なんですけど、今日はねこちらの枯れた稲穂を使うので、下の部分あんまり華やかにするんじゃなくて、こうやって少し落ち着いた感じでいけた方が、わびさびを感じるようなそんなお花になるんじゃないかななんて。ただね、今こうやって合わせてみてやっぱ面白いなと思うのが、青赤黄色なんてまさに原色ですよね。で、普通例えばこの3色のバラとかが揃うとなんかどぎつい印象になるんですけど、秋草って不思議ですね。全然どぎつい感じがしない。多分ショート動画の方でそんな鮮やかな秋のお花今上がってると思うので、よろしければ合わせてお楽しみください。これも細いんでね、スラッと入ってくれますね。ちょっと画面から見切れちゃってますけど、長短をつけつつパラパラと混ぜ込んでいく。今日は稲穂たくさんあるんで奥行きとかにも入れていきましょうね。よし、ラストかな。これで口の細い器でいけたちょっとした秋のお花が出来上がりました。